僕がね250走ってた時は常にもうトップチームというかトップメーカーで極めれば絶対トップに行けるなって僕は思っていて、でここ数年アプリリアが MotoGP 本気で開発しだしたので、数年でトップに来るだろうなとは思っていたんですけど、今年ねものすごい活躍していて、そのテレビに映る機会も多くなって、で今年は勝ったりとか、表彰台常連じゃないですか。そうするとピットもこう映るので、ピットなんか見てると、僕が走ってた頃のスタッフがまだ数名残ってるので、なんかそれを見てると本当にこう応援したくなるというか、応援していても楽しいし、なんかこう一緒にやってた仲間がまだその第一線で頑張ってるなっていうのは見ててちょっと感動する部分もありますよね。サスペンション屋さんだったりとかヘルパーだったりとか、そういう方々がまだ数名残ってますね。最初の頃は予算の関係とかもあって開発やってはいるんだろうけど、なかなかそういう結果を出すっていうまでにいかなかったんですけど、今見てると、その予算とかもあるみたいだし、でその優秀なスタッフも揃ってきてるみたいなので、あと長くやってきてその実績を積んできたっていうところもあると思うんですけど、やっとこう結果に結びついてきたなって思いますね。アレイ氏に関しては、彼が、ずっとそのアプリリアでやってくれて、で開発をしてくれて、やっとここに持ってきてくれたなっていう感じですね。でマーヴェリックに関しては彼は勝てるライダーというか、もともとチャンピオンを取ってもいい素質を持ってるライダーなので、この間ですけど表彰台に上って、で彼自身もまたその自信が戻ってきてると思うので、今後の活躍がすごい期待できますよね。僕は RSV41000 の方ですよね。サーキットでこう何回か乗らせていただいてるんですけど、すごく好印象なんですよね。なんでもっと売れてもいいバイクなのにっていつも思ってるんですけど、逆にこう乗っていただくとその良さがすごくわかるんじゃないかなと思って、皆さんに販売店さんに行ってもらって試乗車を乗ってもらうとすごくその良さがわかるのかなっていう気はしますね。でもっとその良さがわかるのはサーキットのスポーツ走行会、走行会ですよね。で乗っていただくと本当にその良さが、車体もそうですけど、僕はその電子制御の部分がすごい気に入っていて、特にトラクションコントロールのところが他のメーカーさんのバイクだとアクセル開けてった時にその間引いてる感じがすごくわかるんですけど、アプリリアはそういうところがなくて、すごくこうナチュラルにこう制御してくれてるので、そういうところはすごく気に入ってますね。実際にこう2台乗ってみたんですけど、サーキットをメインに走られる方であれば RS の方が楽しいのかなっていうのはありますね。トゥオーノの方は、年にこのサーキット数回でツーリングがメインとかその一般道がメインですよっていう方におすすめできるバイクで、じゃあサーキット走ってつまらないのかって言ったらそんなことはなくて、普通にこうスポーツライディングを楽しむことはできるので、そういう意味ではユーザーさんの使い方というんですかね、一般道がメインであればトゥオーノがいいかなと思うし、一般道がメインでも、こういうレーサースタイルがいいっていうのであればもう RS乗っていただければいいのかなと思います。ただ乗ってて、2台ともそうなんですけど、僕はよくそのサーキット走行の、インストラクターをやらせていただくんですけど、その中でやっぱり 1000cc 乗ることが多いんですよね。 1000cc サーキットで走ると、僕らでも結構その気合い入れていかないとやっぱり今の 1000cc 速いので、体力も使うしなかなか大変なんですけど、このぐらいのサイズ感であればもうちょっとこう気楽に楽しめるというか、自分でこう操作してるなっていう気になれるので、その上のクラスに行っちゃうと、制御もパワーもすごいんで、なかなかこう自分で扱ってるっていう感じはなくなっちゃうんですよね。そういう意味でこのぐらいのサイズ感が僕は楽しむにはいいのかなっていうふうに思いますね。僕が乗ってまず思ったのが、サーキットを速く走るっていうよりはサーキットで楽しみたいっていう方ですよね。そういう方に向けたバイクなのかなと思って、例えばその女性だったりとか初心者中級者、あと、ちょっと年齢のいってる方がいいのかなと思います。なんでかっていうとやっぱ軽いんですよね。バイクが軽いっていうのが操作する上ですごく楽だし楽しいんですよ、やっぱ軽いバイクって。でサーキット走るともう分かると思うんですけど、パワーより軽さの方が楽しいと思います。乗っていて自分でこう操ってる感もありますし、そういう意味ではこのサイズっていうのは僕はサーキットデビューする方から、ある程度のベテランライダーまで全ての方におすすめできるカテゴリーなのかなと思いますね。やはりその重いと疲れるっていうことがまず出てくるし、扱えないと思うんですよ。そのツーリング行っても重いと
その U ターン一つも大変なので、やっぱりこのぐらいのサイズの方がエンジンもそれなりに走りますし、で走っていて軽いので疲れない。例えばこう何かあった時にバンド、例えば何かこう落ちてたとか人が飛び出してきたとかっていう時にやっぱりこのぐらいのサイズ感の方が止まれるし操作もしやすいと思うんですよね。だからこのぐらいのサイズ感が僕はいいのかなと思いますけどね。 1000cc イコールパワーがすごくていいんだっていう方もいらっしゃると思うんですけど、僕はもうパワーには依存してなくて、どっちかっていうとハンドリングだったりとか軽快さ、自分が操ってて楽しいっていう方が僕はそちらの方に重点を置いているので、ね、だからエンジンも速いに越したことはないですけど、でももうこのぐらいあれば扱えないぐらいのパワーだと思うんですよね。だからエンジンは僕はこれでいい、十分なパワーが出てるのであればもうシャーシ車体が軽い方が楽しいし面白いですよね、乗ってて。で多分そのね大きいバイク持ってる人とよくこうねツーリングなんか行っても話しますけど、まずガレージから出すのが大変だって皆さんおっしゃるので、僕もそうなんですよ。僕も大きいバイク持ってたんですけど、ガレージから出すのが大変でやっぱりどんどん乗らなくなっちゃうんですよね。であればやっぱり軽いバイクの方がこう毎日乗ろうっていう気になるので、構えなくて乗れるので足感覚でそれこそ乗れるので、僕はもう本当にこのぐらいのサイズ感がいいのかな。僕はまだサーキットでしか乗ってないのであまりこう制御が入らない状態で僕は乗らせていただいたのであれですけど、一般道で乗る分であればやっぱりその制御ってすごく助けになってくれるので、一昔前だとその制御で切っちゃうっていう方もいっぱいいらっしゃいましたけど、今本当にもう制御が良くなっていて ABS だったりとか、トラコンもそうですけど本当にこう助けになってくれるので、制御を頼った方がいい人だと思ってるのでどんどんそういうのは使っていくべきだと思いますね。エンジンはですねやっぱりその660で扱えるパワーだと思うんですよ。なのでおっからびっくりこうアクセル開けるっていうよりは結構こう開けてってもサーキットであれば、一般道は別ですよ。サーキットであれば結構こう楽しめると思うので、その操ってる楽しさっていうのが出てくると思います。どうしてもこう大きいバイク 1000cc とかだと僕らでもそうなんですけど、なかなかこの全開に持っていけないので、この全開率が長いっていうのは乗ってて楽しいし、プラスその車体の軽さっていうところでその操ってる感、自分がこうオートバイを操ってるんだぞっていう感じやすいかもしれないですね、こういうバイクの方が。なのでこう飽きが来ないというか、乗っていて面白いですよね。常にこう自分で何かこうやろうとした時にできるバイクなんですよ。これ以上大きくなっちゃうとやろうと思ってもなかなかパワーがあって重かったりするし、なかなかこう自分のテクニックではどうしようもならないっていうところが出てくると思うんですけど、軽いしそれなりのパワーっていうところであれば自分がこう操ってる感が楽しいバイクです。ハンドル位置でどうしても僕はサーキット寄りになっちゃうんですけど、サーキットを走るとやはりそのフロント荷重が RS の方がやっぱり前傾がライダーの前傾がきつくなるのでフロント荷重が増えるので、そういう意味ではサーキットではやはりその RS の方が曲がりやすいですね。僕はサーキットは今走行会のインストラクターだったりとか自分がこうスクールやってるのでスクールで使うことが多いので、そう考えるとレースじゃないので一日こう長く乗らなきゃいけないっていうことを考えるとトゥオーノが僕は好きですね。休みの日は僕はツーリング行くことが多いのでどうしてもアップハンドルの方が気になりますよね。今の僕の使い方には多分トゥオーノの方が合ってるのかなっていう感じはしますけどね。 RS も意外と前傾がきつくないのでトゥオーノよりはきついですけど、やっぱり若い方には RS に乗っていただきたいなっていうのはありますね。やっぱかっこいいので体にも少し、前傾がきついんで腰とか負担かかりますけど、でもそれより何よりやっぱりかっこいいっていうのがねあるので、若い方にはこう RS に乗っていただきたいなっていうのはありますね。僕はもうトゥオーノですね。トゥオーノの方が今の僕の使い方には合ってると思うので、ただ僕はそのサーキットでお仕事上いろんなこうオートバイに乗せていただけるじゃないですか。なのでトゥオーノなんですけど、例えば自分でこうサーキット走ってサーキット走行を楽しみたいっていう比重が多い人は RS なのかなっていう気はしますね。